アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドという哲学者が築いた家庭哲学の世界へ深く入り込んでみましょう。私たちが普段当たり前にあると感じているものの正体を、彼は全く新しい視点から語り直しました。まず、ホワイトヘッドが一番大切にした実在的個体という考え方についてお話しします。これは単なるものではなく、時間と空間の中で一瞬だけ現れる出来事のことです。つまり、今この瞬間に起こっている一つ一つの出来事そのものです。例えば、あなたがコーヒーを飲むとき、その時の感覚や匂い、温度、そして周りの空気感、これらすべてが混ざり合った一つの出来事が実在的個体です。ホワイトヘッドは、止まっているものよりも、こうした一瞬の出来事こそが宇宙の根本であると考えました。次に、この出来事が他の出来事と結びつく仕組み、ハーショクについてです。ハーショクとは、ある出来事が他の影響を自分の中に取り込んで、自分を作り上げていくプロセスのことです。例えるなら、子供が親の言葉や表情を見て、それを自分の感情や考え方に取り込んでいくようなものです。これは単に情報を得ることではなく、心や感覚すべてで受け止めることです。だからこそ、彼は心と物質を切り離さず、すべてがつながっている関係として描き出しました。そして、取り込んだいろいろな影響をまとめて、一つの新しい存在として完成させることを合成と呼びます。ここで創造性が働きます。過去の経験をただ足し算するのではなく、全く新しい意味を生み出す力です。画家が昔見た景色と今の感情を混ぜ合わせて世界に一枚だけの絵を描くとき、そこには合成と創造性が同時に現れています。また、出来事の中には永続的対象という不変な性質も組み込まれています。これは美しさや正義といった形のない価値のことです。例えば、誰かが人を助けるとき、そこに正義という価値が加われば、それは単なる体の動きではなく、深い意味を持つ行動になります。永続的対象は、出来事に深みと方向性を与えてくれるのです。ホワイトヘッドは、近代科学が陥っていた自然の二分法という考え方を批判しました。これは心と物質、主観と客観を完全に分けて考えるやり方です。彼は、自然は機械のような単純な連鎖ではなく、主観と客観が複雑に絡み合うネットワークだと言いました。例えば、実験をする人が装置を操作するとき、結果は操作する人の意図や期待と深く結びついています。これは量子力学の話にも似ていて、自然そのものが関係性の中で常に作られていることを示しています。こうした関係的実態の考え方は、物は一人ぼっちで存在するのではなく、常に他者との関係の中でしか成り立たないという洞察です。人間関係で例えるなら、友達という存在は、一緒に話したり経験を共有したりする中でだけ意味を持ちます。時間とともに変わり続ける関係性こそが本質であると彼は説きました。さらに、微子的延長性という考え方があります。これは、一つの小さな出来事の中にも、無数の細かい関係が隠れているということです。一粒の砂を想像してください。そこには光の反射や熱の伝わり方、周りの空気とのやり取りなど、たくさんの層が重なっています。宇宙全体が、こうした繊細な網のように絡み合っているのです。彼の哲学は自変哲学とも呼ばれます。現象を固定されたものではなく、絶えず変化し続ける過程として捉える方法です。例えば、街の交通渋滞を考えてみましょう。車の動き、道の作り、運転手の気持ち、天気など、いろいろな要因が絡み合って渋滞という現象が生まれます。これを単に渋滞という一つのものとして見ると、本当の仕組みを見失ってしまいます。また、彼は反経験主義を唱え、原子や素粒子のような小さな世界でさえも、何らかの経験を持っていると考えました。単なる機械な動きではなく、そこに敬虔な側面があるという視点です。これは現代の量子情報科学にも通じます。量子ビットが観測された瞬間に状態が決まるのは、まさに経験が現れる瞬間だと言えるでしょう。では、
この考えを現代社会にどう活かせるでしょうか。まずは AI の分野です。今の AI は大量のデータを処理しますが、入力して出力するという直線な動きが中心です。もしここにハ色や合成の考えを取り入れれば、AI は単なる計算機ではなく、環境に合わせて自分を作り直す関係な存在へと進化できるかもしれません。ロボットが人間の表情や声色を深く受け止め、それを自分の行動に統合できれば、より自然な対話が可能になります。次に、環境問題への応用です。人間と自然を分けるのではなく、関係な視点で見れば、私たちは地球という大きな生き物の一部です。微視的延長性の視点に立てば、森を切り開くという一つの出来事が、気候変動や生き物の多様性にまで広範な影響を与えることがわかります。環境政策は単なる資源管理ではなく、全体の流れを整える合成なアプローチが必要になります。神学な側面についても触れましょう。彼は神に2つの性格があると考えました。一つは可能性や価値を提供する原初的性格。もう一つは、出来事とのやり取りを通じて共に変化していく結果的性格です。これを宇宙の倫理に当てはめると、宇宙が持つ潜在な目と、実際に起こる出来事が互いに補い合う構造が見えてきます。人類が火星を目指す挑戦は、宇宙が持つ探索という価値への応答と言えるかもしれません。ホワイトヘッドの哲学は、抽象な話だけではなく、科学や技術、倫理への具体な指針になります。量子力学の観測者効果は、ハ色と合成のプロセスに似ています。観測者が介入することでシステムが新しい状態にまとまり、結果が確定します。つまり、観測する側とされる側は、経験を共有し合う関係な存在なのです。また、創造性は芸術な才能だけでなく、自然界全体の原理です。星が生まれ、生命が進化し、文化が発展するすべてに、過去を統合して新しい可能性を開く力が働いています。これは企業の経営にも応用できます。市場の変化を圧縮し、社内の資源と外のトレンドを合成させて新製品を作るプロセスは、まさにホワイトヘッドな創造性の実践です。最後に、この思想が未来に示す可能性をまとめます。第一に、量子情報や複雑系科学との相性が良く、数学な検証が進む可能性があります。第二に、テクノロジーと人間の共生を考える基盤になります。第三に、個人の経験を尊重しながら社会全体をまとめていく、新しい教育や政策への応用が期待できます。私たちの日常は、無数の出来事が互いに影響し合い、新しく生まれ変わる壮大なドラマです。そのドラマを理解し、創造に参加することこそが、彼が伝えたかった最大のメッセージです。ここからさらに深く、彼が考えを変えた歴史な背景を見てみましょう。彼は19世紀末のイギリスに生まれ、最初は数学者として活躍しました。ケンブリッジ大学で論理学や代数を研究し、バートランド、ラッセルと親しく交流しました。形式論理をめぐる激しい議論の中で、経験こそが全ての根源であるという信念を持つようになり、それが後の広し経験主義の土台となりました。30年代になると米国へ渡り、ハーバード大学で哲学部門の創設に携わります。ここで出会ったパースのプラグマティズムが、実在個体と和色の相互作用を重視する彼の姿勢と共鳴しました。特に継続性という概念は、合成の構造を説明する枠組みとして定着しました。日本での研究は、昭和20年代に西田幾多郎が西洋哲学を再評価したことから始まりました。西田は絶対無や場所という概念を通じて、永続的対象との類似点を見出しました。その後、東京大学や京都大学で翻訳プロジェクトが始まり、昭和35年に家庭と実在が出版されました。この時、ハ色を漢詩と訳すことで、感覚に受け取ることと、頭でまとめることの両方の意味を持たせる工夫がなされました。一方で、分析哲学の伝統を持つ学者たちは、ホワイトヘッドの考え方には、言葉の意味がはっきりしなかったり、内容が広すぎてまとまりがないという批判がありました。特にウィラード、バン、
オーマンという人は、自然を2つに分けて考えるやり方が、科学な証明を難しくすると指摘しました。経験から得た事実と、頭の中で考えた価値の区別がつかなくなる危うさがある、と警告したのです。けれど、ホワイトヘッドを支持する人々はこう答えました。そもそも科学というものは、最初から何かを二分して考える前提がある。だからこそ、その壁を乗り越えるための道具として、この考え方が必要なのだと。結局、この議論は単なるやり方の問題ではなく、世界の在り方そのものを新しく作り直すきっかけとなりました。では、この考えを具体にどう使うのか、まずは生物の世界で考えてみましょう。細胞同士が影響し合う様子は、一つの個体が他の個体を取り込み、合わさることで新しい組織を作るプロセスだと言えます。例えば、赤ちゃんが成長する肺発生の時、それぞれの細胞は周りの科学な合図を感じ取り、自分たちで形を決めていきます。これはホワイトヘッドが言う、周りの状況をあらかじめ取り込むという考え方にぴったりです。この視点に立てば、すべてを遺伝子のせいにするのではなく、環境と遺伝が互いに影響し合うという新しいモデルが見えてきます。経済の世界でも同じことが言えます。市場とは、たくさんの人々や企業が互いに影響し合い、合わさって動く巨大な流れのようなものです。企業が新製品を作るとき、社内にある技術と、外にあるお客さんのニーズをうまく取り込みます。そこから生まれる革新なアイデアこそ、合わさることで新しいものが生まれる創造性の具体例です。また、金融のリスクが広がる現象も、一部の不安がネットワーク全体に伝わり、新しい安定した状態へと合わさっていく過程として分析できます。芸術の世界では、表現すること自体が、取り込みと合わさりの連続嘆きのようなものです。画家が色を感じ取り、筆を動かして新しい形を作る。それは、その瞬間の自分が、永遠に変わらない価値あるものと対話し、自分を更新していく姿です。音楽でも、演奏者が聴衆の反応を感じ取り、その場でメロディを変えることで、みんなで一緒に作り上げる合わさりが生まれます。作品は固定されたものではなく、流れるように変化する生き物になるのです。教育の現場では、生徒一人一人を独立した子として大切にする家庭教育という方法があります。先生が教えるだけでなく、生徒が教材や課題を感じ取り、自分の中で知識を合わさらせて自分のものにするプロセスを重視します。これは、一方に教え込む古いやり方の限界を突破し、生徒が自ら意味を作り出す場になります。具体には、チームで取り組む学習の中で、仲間同士のアイデアを取り込み、統合して一つの成果物を作り上げることで、創造な思考が育まれます。神学の話に戻ると、神には二つの顔があると考えます。一つは永遠の価値を示す顔。もう一つは時間の流れの中で働く顔です。この二つがあることで、宇宙の大きな視点と人間の道徳な視点を調和させることができます。お祈りや儀式は、単なる形だけの行事ではなく、実際に世界の合わさる過程に働きかける手段になります。例えば、みんなで環境を守ろうと誓うことは、神の働きと人間の個体が互いに感じ合うことで、地球規模の変化を促すエネルギーになると考えられます。さらに、この思想は未来の予測にも役立ちます。情報社会では、データが常に流れ、個々の情報が互いに結びつくことで新しい知識が生まれます。これは、人工知能が単なる計算機ではなく、環境と対話しながら自分で学習する関係な存在になるという考え方に似ています。技術開発において、この取り込みと合わさりの原理を組み込めば、システム全体が自律に進化する可能性が高まります。最後に、関係な実態という視点は、社会の正義を考え直すことにもつながります。個人をバラバラに切り離された存在ではなく、互いに感じ合うネットワークの一部として捉えれば、差別や排除という構造は根本から揺らぎます。福祉サービスも単に提供するのではなく、利用者の経験を感じ取り、地域のコミュニティと合わさる形で提供されるべきだという新しい枠組みが生まれ、実際の改革へと導かれます。
ここまでホワイトヘッドの家庭哲学を歴史や批判、具体な応用、そして未来へのヒントまで幅広く見てきました。私たちが日々向き合う問題はすべて個々の存在が互いを感じ取り、合わさっていく連続なドラマです。その流れに、創造に参加していくことが求められています。次は、具体な事例として、まちづくりにおける IoT デザイン手法について詳しく見ていきましょう。この手法は、街の新しさと自然の調和を目指すものです。ホワイトヘッドの個々の存在が互いに観察し合い、一つの進化した成分として融合するという信念に基づいています。まず、自然環境を街に取り込むことで、自然と人工物の区別をなくし、街のいろいろな機能が一体となった新しい流れを作ります。水の流れや光の輝き、風のささやきといった自然の刺激が街に届くとき、そこにあるすべての素材が互いに観察し合い、新しい環境を生み出します。このような自然の力を街に生かすには、小さな観察という考え方が大切です。人々がすぐそばにある世界に注目し、そこからどのような進化ができるかを考えることです。例えば、公園に桜が咲いたとき、子供たちがそれを見て笑い、そこから新しい学びが始まります。こうした小さな観察の積み重ねが、街の基礎となり、人々の進化を支えます。また、街の流れを作るには、生活の流れという感覚が必要です。公園のベンチや滑り台、人々の挨拶や会話、さらには交通機関やお店の役割まで、すべてが一つの生活の流れの中で互いに観察し合い、新しい価値を生み出します。この流れを実際に起こすための道具として、いくつかの特別な要素を使います。例えば、人々がよく使う電車は、新しい流れを生み出すための電気な植物のような役割を果たします。電車によって人々が結ばれ、一人一人の観察が大きな流れにつながります。また、公園の植物や屋敷の庭など、自然の流れを生み出す植物のような要素も必要です。さらに、単なる流れだけでなく、その流れをどう捉えるかという深い視点も重要です。これは、街の流れの中で人々が互いに観察し合うことで、一人一人の感覚が街全体の流れと結びつくことを意味します。人々が考えることができる流れは、街という大きな流れの中にあるからこそ意味を持ち、それがまた個人の感覚へと戻ってきます。このように、人々が考える流れが街の流れになり、街の流れがまた個人の感覚になる。これが、ホワイトヘッドの言う、個々の存在が互いに観察し合い、一つの進化した成分として融合するという考え方の実践です。実際に街の流れを作るには、さらに深い段階の観察が必要です。街の中で、人々が考えることができる流れが、街全体の流れになり、それがまた個人の感覚へと結びつく。このような深い連鎖が、街の中で実現されることで、本当の意味での融合が起こるのです。このように、個人の思考と街の流れが互いに影響し合い、一体となること、これこそが、ホワイトヘッドの哲学を現実の街づくりに展開した姿なのです。この流れを具体に示すためには、街の中で観察の連鎖を作り出すことが必要です。例えば、街の流れの中で、人々が考えることができる流れは、街の流れの中で考えることができる流れになると同時に、人々が考えることができる流れは、街の流れの中で考えることができる。街のつながりと人々の考え、この二つは、お互いに影響し合いながら、一つに溶け合うことができます。人々の心にある考えが、街の風景の一部になり、また街の風景が、人々の新しい考えを生み出す。このように、お互いが影響し合うことで、より豊かな状態へと変わっていくことができるのです。これは、哲学者ホワイトヘッドが考えた、とても大切な考え方です。世界にある小さな存在たちが、お互いを見つめ合い、一つの進化した塊として合体するという考えを、実際の生活に当てはめたものです。街の風景を考えるとき、人々の考えが街に溶け込み、街の風景がまた人々の心に溶け込む。そうして、
街と人は共に進化し続ける旅を続けていくことができるでしょう。それでは、アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドという人がどのようにして実際的存在という考えを作り上げたのか、その歴史と意味を詳しく見ていきましょう。ホワイトヘッドは若い頃、ケンブリッジでラッセルという人と一緒に数学の根本なルールをまとめた本を書きました。そこでは論理な数学と実際に体験できる科学を一つにまとめようと挑戦しました。この経験が後のプロセスと実在という本で語られる仮定実在論という考え方の土台になりました。特に1924年にアメリカのハーバード大学へ移ってからは、アメリカの現実な考え方とヨーロッパの伝統な哲学を深く掛け合わせ、実際的存在というとても小さな単位の考えを導入しました。実際的存在とは、簡単に言うと、時間の中で一瞬だけ起きる出来事のことです。物や心という区別を超えて、すべての現象は一瞬一瞬に生まれるプロセスの集まりであると考えます。例えば、一枚の葉っぱが風に揺れ、光を浴び、空気の粒とぶつかり、地面に落ちるまでの一連の流れを想像してください。これは、数えきれないほどの実際的存在が連続して起きている状態なのです。それぞれの実際的存在は、周りにある他のすべての存在から情報を取り込むことで、自分自身を作り上げます。この取り込み方には2つの種類があります。一つは、相手の形や価値を自分の中に取り入れる肯定な取り込み。もう一つは、自分に合わない情報を追い出す否定な取り込みです。この情報を取り込む仕組みのことを前提と呼びます。これは、実際的存在が世界と関わるための根本な手段です。単に情報を感じるだけでなく、そこに価値をつけたり、意味を見出したりするため、ホワイトヘッドは、この前提こそが感情な経験の根っこであると言いました。さらに、実際的存在は、合成というプロセスを経て、完成した形になります。合成とは、取り込んだいろいろな要素がうまく調和して、一つの新しい実体として結実することです。ここで、創造性という力が働きます。創造性とは、すでにある可能性を組み合わせて、全く新しい永遠対象を現実にする力のことです。永遠対象とは、色や音の高さ、数式のような、頭の中にある純粋な可能性のことです。実際的存在がこれらの可能性を具体に形にすることで、世界は常に新しい姿に変わっていくのです。ホワイトヘッドは、自然を2つに分けて考えることを強く批判しました。これまでの科学では、心という主観なものと、物質という客観なものが、完全に分かれていると考えられてきました。しかし、ホワイトヘッドは、この二分法こそが世界の本当の姿を歪め、流れとしての理解を邪魔していると指摘しました。その代わりに、すべての存在は関係な実体であると考えました。つまり、お互いに影響し合うネットワークの中でだけ、意味を持つということです。この視点は、現代の量子力学で言われる遠く離れた粒子同士のつながりや、生き物同士が助け合う生態系の研究とも、驚くほど一致しています。また、神様についても独自の考えを持っていました。神には2つの顔があると言います。一つは、あらゆる可能性をあらかじめ持っている厳書な性格。もう一つは、宇宙で起きている出来事に反応し、共感する結果な性格です。つまり、神は創造の場を用意するだけでなく、そこで起きるすべての出来事に寄り添う存在なのです。これは、すべてを支配する全能の神ではなく、時間の流れの中で共に変化する、開かれた可能性としての神を意味しています。さらに、ホワイトヘッドは、微視的延長という言葉を使って、極めて小さな世界での連続性を説明しました。これは、個々の実際的存在が、ごく短い時間で絶えず変化し続けていることを指します。これは、量子の動きや、粒子の状態が変化する現象に似ています。ホワイトヘッドは、当時の量子力学に強い関心を持ち、アインシュタインやボーアといった天才たちと手紙をやり取りして、
哲学と量子理論を融合させようと試みました。こうした取り組みは、範囲経験主義という彼の考え方に基づいています。これは、経験とは単なる感覚なデータだけではなく、価値ある経験や倫理、芸術な体験まで含めて、すべてを理論の材料にするという立場です。科学な証明だけでなく、文学や宗教、日々の生活で感じる心からの気づきも、哲学にとって大切な材料になると考えました。彼は学生たちに、自然科学の方程式は、品想像力と結びついて初めて、本当の意味で世界を語ることができると説き、学問の壁を越えることを勧めました。ホワイトヘッドの思想は、後の時代の哲学者や科学者に大きな影響を与えました。例えば、カナダのチャールズ・ハートマンは、この考えをベースに家庭神学を展開しました。環境倫理学の分野では、すべての存在が互いに依存し合っていることから、地球全体の生命共同体という考え方が提唱されました。また、イギリスの物理学者ロジャー・ペンローズは、永遠対象という考えを取り入れ、宇宙の始まりと数学な構造の関係を研究しました。このように、彼の本であるプロセスと実在は、単なる理論ではなく、科学や倫理、芸術が交差する場所で生き続けています。最後に、ホワイトヘッドの哲学は、私たちが日々感じる変化という問題に直接な答えをくれます。街の街路樹が季節ごとに色を変え、そこに住む人々がその変化を分かち合い、新しい文化な意味を付け加えていく。この流れこそが、まさに実際的存在の連鎖と合成の具体例です。街の景色は固定されたものではなく、絶え間ない取り込みと合成の結果として現れる出来事の集まりなのです。この視点を持つことで、街づくりや環境保護を単なる物理な整備ではなく、価値や関係性を育むプロセスとして捉え直すことができます。そうすれば、より持続可能で創造な社会を築けるはずです。ホワイトヘッドが示した家庭としての実在という視点は、今も私たちの思考の根底にあり、未来の哲学と科学をつなぐ架け橋となっているのです。